皆さんこんにちは。翔平クッキング TV へようこそ。早速ですが、本日作るお料理は鶏の風カツレツって言われても、鶏の風カツレツって何？ミラノ風カツレツなら聞いたことあるんだけどってなりません？本当だったらここでがっつり料理について説明しようと思うんですけど、今日はサクッと説明して調理編いきます。またここで長々と説明すると、長いってカットされるんですよね。もう分かってるんですから。何度も同じ過ちは繰り返します。では鶏の風カツレツについて説明、サクッといきます。イタリアトリノにはグリッシーニと呼ばれる細くて長いパンがあって、お菓子のポッキーのチョコついてないバージョンみたいな見た目のやつ、もっと何倍も大きいですけどね。それを砕いてパン粉に代用し、牛のロースにつけてフライパンで焼いたものが鶏の風カツレツ。パン粉の代わりにグリッシーニを使うことで、ミラノ風とは違い、よりザクザクした食感が楽しめます。それを今回家でも作れるようにアレンジしたものを作っていきます。アレンジ内容やミラノ風とは何が違うかなどの情報も交えながら調理編進めてまいりますので、ぜひここからお楽しみに。通常のカツレツとは一味違ったものが見られますよ。では作っていきましょう。本日の材料がこちら。豚ロース肉スライスチーズ、グリッシーニの代わりにリッツクラッカー、小麦粉、卵、バター、塩、胡椒、ピュアオリーブオイル。まずお肉ですが、本来はロース肉の厚切りを肉叩きなどで叩いて薄めに伸ばしてからパン粉をつけていくのですが、今回はミルフィーユカツにアレンジするので、こちらの薄切りロースを使います。次に本来であればパン粉となるグリッシーニについて、こちらはイタリアの食材でピエモンテ州トリノ地方を代表する細長いパンのことです。こちらに生ハムを巻いたり、ソースにディップして食べたりします。一応パンって言われてますけど、食感としてはクラッカーに近くてサクサクっとした歯ごたえなんですよ。なので今回はこのリッツクラッカーで代用していきます。というのもグリッシーニなかなかスーパーなどで見かけないので、手に入りやすい食材で作れたらいいなと思いまして、輸入品店などでは売ってたりしますけどね。じゃあこちらで調理していきます。ではこちらクラッカーを叩いて細かくしていきます。ミキサーなので回してもいいんですけど、今回は量そんな多くないので、こんな感じでジップロックなどの袋に入れて硬いもので叩きます。こんな感じ。結構粗めでいい。ちなみにミラノ風カツレツだとパン粉をミキサーでわーって細かく回して、でそれと一緒にパルミジャーノチーズを混ぜて衣としてつける場合があるんですよね。そうすると焼くときや食べるときにチーズの香りがバーって広がって、これもまた美味しい。続いてお肉いきます。ではこんな感じで広げます。ここに半分に折ったチーズ。これ周りに小麦粉つけてあげるとお肉がくっつくので、焼いた時剥がれなくていいですよ。もう一回お肉。チーズ。で、ギューって最後押します。こちらに塩コショウ、軽くしておきます。では大体の準備が整ったのでパン粉をつけていきます。まずは卵。こちらよーく溶いていきます。こちらのお肉を小麦粉、卵、グリッシーニの順番でつけていきます。余分な粉はちゃんと叩いて落とします。
パン粉が粗いので、しっかりと上から押さえつけるようにしてくっつけていきます。粗いパン粉の間に細かいパン粉が入って、綺麗に衣になるように。そして付け合わせの材料はこちら。メークイン、レモン、トマト、イタリアンパセリ、長ネギ。シンプルにこんな感じで。ではパパッといきます。長ネギはこの頭の方を今日はなんか使いたいので、では、じゃがいも、先に茹でときます。では、付け合わせ焼いていきます。ではカツレツ焼いていきます。たっぷりめのオリーブオイル、これフライパンをこんな感じで揺すりながら焼いていくんですけど、これ揺するのにも理由があって、油の温度を均一にしてるんです。これをすることによって焼きムラが少なくなるってことです。ひっくり返したらこちらにバター少しずつ入れていきます。こうやって上にバターをかけてあげたりしながら火を入れていきます。バターを細かく分けて入れる理由って、この置いとくとバターって焦げちゃうんですよ。でもこの分けて入れることによって焦げる手前でまた温度が下がって焦げるのを防ぐという理由です。
ではそろそろいいでしょう。焼き上がり。ここでソースも準備しちゃいます。カツレツといえばトマトソースが定番なのでこちらで、これは以前作ったトマトソースなのですが、ここにおろしニンニクを加え味を整えればガーリックトマトソースの完成。これで火にかければ完成。鶏の風カツレツの出来上がり。カリカリに仕上がってます。じゃあカットしていきます。ではいただきます。マジでこれもうめちゃくちゃ美味しい。詳しい感想は後ほど。では鶏の風カツレツ作り終わりました。今回はグリッシーニの代わりにリッツクラッカー、ミルフィーユにするために豚ロースの薄切りを使いましたが、うまくできたんじゃないでしょうか。食べた感想は、衣のザクザク感は普段のトンカツなどで使うパン粉とは全然違ってましたし、薄切りのお肉を使ったことによって、衣の中はチーズも相まって柔らかく仕上がっていてとても美味しかったです。これはワインが進むこと間違いなしですね。ただ、今回使ったこのクラッカー、すでにこんがり綺麗なきつね色がついていますから、焼く時に少し火が強かったりして油断するとすぐ焦げちゃうかもしれないので、そこは要注意ですね。白っぽい色のクラッカーがあれば、そちらでやるといいかもしれないです。今回チーズ入れてすごい美味しかったですけど、材料紹介した時に補足した通り、少し厚めの一枚肉を軽く叩いてチーズなしで調理しても、お肉の食感、味をもっと感じられると思うので、それもおすすめです。まとめると、材料はスーパーなどで簡単に揃うと思いますし、調理自体も難しい工程があるわけではないので、騙されたと思ってぜひお試しください。めちゃくちゃ美味しいです。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。あと動画についての感想やご意見をコメントいただけましたら、今後の参考にさせていただきます。どんな些細なことでも結構です。ぜひよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。